ちょっと考えてみてください。この世で唯一我々が逃れられないものって何だと思いますか？そうですね。死と税金、そしてお片付けです。作れたら作らせない。いやー、狭デスクの収納システム作り、意外とちょろかったな。ちょっと休憩でもするか。はい、理想の書斎作りです。今日もデスクお疲れ様でございます。デスクはスッキリさせたい。でもよく使う道具は手元に置いときたい。全デスクのための永遠のテーマと思います。ということでいきなり結論ですが、そんなわがままを叶えるとっておき便利収納アイテムをいろいろと発見してしまいました。デスク作り版非常識な整頓法則もまとまりました。収納効率を無限大に発散させる究極必殺ファイナル奥義も暴露します。白状しますと、普通のデスクワークや動画編集、これは PC 作業用デスクで超絶快適にこなせてたんですが、それ以外の作業、例えば物理的な書類や紙を使う作業とか、カメラ、キーボード、ガジェット周りのメンテや試行錯誤とか、上司からの理不尽な工作命令といったサムシングが生じると、一瞬でワークフローが全崩壊、仕事がスタックする状況でした。この状況を打開すべく PC 作業以外の全ての物理作業を巻き取る用デスクを新たに作り始めた次第です。なおこの動画はユーグリーンさんにスポンサーいただきました。本当にありがとうございます。ユーグリーンさんの最強急速充電アダプターは後ほど詳しくご紹介します。まずはとっておき収納アイテムについてです。IKEA のデスクトップシェルフ、バッテンカールを上下逆さまにつけると最高です。全てに手が届きます。普通通りにクランプで挟むでも OK ですが、折り目ナットを取り付けてよしなに金具で挟み込むとさらにスッキリできます。強度面は全く問題ありません。いでやこちゃんの蓋付きゴミ箱を置けば天板上の面が揃った感を醸し出せます。袋替えも一瞬ですし、蓋の開け閉めもワンプッシュです。至近距離なんでポイッと投げても外す心配も皆無です。ホワイトかグレーから迷いすぎて剥げそうだったんで供養させてください。ホワイトだとこう、グレーはこんな感じです。好みの問題ですが、僕はグレーに落ち着きました。ゴミかさホコリくず汚物の処理に欠かせないハンディクリーナーもいい感じに置けます。シャオミ氏のクリーナーがデザインよし吸引力抜群で超絶お気に入りです。ただ一つ重大な欠点があります。猛烈に倒れやすいんです。ということでドリンクホルダーに適当にカットしたゴムシートを積み込むとパーフェクトな土台になってくれてエクセレントです。飲み物はカップホルダーに置くことでデスクを汚したり濡らしたりなリスクを抹殺できます。今回改めて至高のカップホルダーを探したんですが、結局 PC デスクの方で昔から使ってたやつに落ち着いてしまいました。シンプルな作り、直径 85mm のゆったりサイズ、持ち手を逃がせるスリット、ホワイティーなカラーが唯一無二です。クランプ部分が貧弱で天板が傷つきそうで嫌だって同士の方は適当なスチールプレートなどかませるのはいかがでしょうか。ちなみに天板横に取り付けるとバッテンカールとサイドの面が揃って糸おかしです。マグネットがくっつく点も見逃せません。山崎実業さんのティッシュケースがサイズ感質感ともに案の定理想系でした。ウェットティッシュケースも試行錯誤真っ最中の細かいアイテム在庫をざっくり放り込んでおく用ラックも、時々使うものを入れとくペンケースなんかも全部山崎実業さんです。山崎実業さんのタワーやスマートシリーズってクオリティコスパの高さと守備範囲の広さが異次元でいつも感動で震えてます。殿下の宝刀キムワイプ、このチャンネルでは散々嘘800を並べ立ててきましたが、これだけは断言できます。物理的な試行錯誤にキムワイプは不可欠です。ノーマルティッシュより段違いに強度があってクズも出にくいんで、ガジェット吹き吹きとか玉メントとかシール剥がしとか、とにかくあらゆるシーンで無双してくれます。専用ディスペンサーならデザインを損なわなくて済みますし、角度調整も自由自在です。ちなみに4つ揃えて円を作ろうとすると中心に1センチ四方の角材を挿入する必要があるので、くれぐれもご注意ください。ところでデスクのためなら全アイテムの重量をミリグラム単位で把握しておきたいところです。ということでエレコム先生のスケールが超おすすめです。スクエアなデザインが素敵な上にマグネットフックで吊るせます。謎のツートンカラーだけが許せないんで、ティッシュでちゃんと目隠しすれば OK です。すみません、ここからが本番、天板裏収納アイテムについてです。デスク天板の裏といえば
そうですね、デスクのためならいずれ必ずたどり着くプレダクツさんで決まりです。よく使う細かきものはドロワーミニに放り込んでます。理想の書斎作り調べによると、現時点で国内で手に入る最高理想の後付け引き出しと言えます。スッキリデザインと膝に当たらない薄さ、土定番昇降デスクフレキシスポットと相性抜群のサイズ感がエクセレントです。スライドも超滑らかいです。ただですね、最後の一押しが猛烈に硬いって特徴が僕のようなひ弱な同士の方にはちょっと気になるかもしれません。よってストッパーのゴムをむしり取るといいです。ゆるゆるにできます。金属同士がカチカチ当たるのが嫌だよって場合は、別のゴムなりマステなりを緩衝材として貼っとけば OK です。左サイドは同じくプレダクツさんのトレイミニタイプ B です。下は処理待ち書類の放置用、上は便利棚として使っています。スペーサーで高さを出せばドロワーミニとのネジ穴兄弟化でさらに天板裏の活用効率を高められます。間の板は塩ビ板です。ちょっとだけハードコアなカッターで簡単に手で切れますし、穴開けもドリルでちょちょいのちょいです。そして奥側にカナレボノさんのトレイをつけてます。大きめの道具はビトラのツールボックスに放り込んでそのまままるっと押し込んでます。デスク手前からもバッチリ出し入れできて超気に入ってます。すいません、やっと前座が片付きました。それではこの動画の核心、デスク沼でいい加減窒息しそうな風前の灯火がたどり着いた非常識な整頓法則に突入していきます。4つあります。実は配線整理の新しいパラダイムに気づいてしまったんです。ということで非常識な整頓法則1つ目、配線整理は天板下ではなくモニター裏でこそ本気を出せです。長さとフレキシビリティが必要な充電ケーブルの取り回しについて、取り出しも収納も圧倒的に快適にできます。天板下から持ってくる場合は収納時の垂れ下がりが避けられません。ちなみに僕の PC 作業用デスクではデスクシェルフで隠すっていう戦法をとってました。話を戻します。このモニター裏で配線整理な運用を至高の域に至らしめてくれるのが、今回スポンサーいただいたユーグリーンさんの次世代最強急速充電器ネクソード 300W というわけです。合計 300W の超大容量充電パワーとか、4つのタイプ C と1つのタイプ A っていうポートの数とか、最新急速充電規格の PD3.1 対応とか、ハイレベルな冷却保護電力配分機能とか、使用面では文字通り実質最強レベルです。さらに信頼実績も豊富なユーグリーンさんということで、複数デバイスをとにかく最短で時短したいって変質者には現時点で最強の選択肢と言えると思います。ポートごとの最大出力は、一番上のタイプ C が 140W、 その下2つが 100W、 4つ目が 45W、 そして一番下のタイプ A が 22.5W です。実際の電力配分では一番上の 140W と一番下の 22.5W は固定、間3つのタイプ C は合計 300W の中の割り振り次第で 100W になったり 60W になったり 45、30、20W になったりする感じです。多くの仕事用ノート PC は 60W あれば十分なんで、3台は余裕で急速充電いけます。ちなみに MacBook Pro 14インチは MAX でも 96W までしか充電を受け付けられない仕様です。 iPad Pro や M1MacBook Air は 40W、 iPad mini や iPhone は 20W 程度です。実際に MacBook Pro と MacBook Air と iPad Pro 12.9 インチと iPad mini とベンキュースクリーンバーへ Nexodo から同時給電してみました。 MacBook Pro はバッテリー残量が 60% ほどある状態で今 70W で充電できてます。撮影できてないんですが、バッテリー残量が 20% ほどの時は 90W 弱で超フルスピード充電がバッチリできてました。 MacBook Air は今バッテリー残量が 100% 残っちゃってるんで、給電も 3W 程度です。思いやり充電機能が正常に働いていると言えますね。 iPad Pro はバッテリー残量 40% で 35W の急速充電、 iPad mini はバッテリー残量 25% で 18W としっかり急速充電できてます。1週間ほどいろいろ検証した限りでは、他のポートを抜き差しするタイミングで電力供給が途切れることもないと思われます。少なくとも他の充電が一旦止まるとかスクリーンバーがちらつくみたいな現象は一度もありませんでした。そしてそんなに熱くならないのもかなり重要な安心ポイントです。ポートの間隔は 7.15mm あるので、タイプ C が互いに干渉することもありません。サイズは横 11cm、縦 9cm、奥行き 5cm 程度、重量は 839g、電源ケーブルは直径 7mm もあるんで、会議室やオフィスに据え置いて複数人でノート PC を充電みたいな使い方になるはずです。勝手に抜かないでくださいよ、僕の充電器。ハイチュウ置いといたじゃん。今からプレゼンなのに。管理職研修で電池切れたらマインスイーパーができないもん。
完全に最古の諸行。ネクソードが会社にあれば救われます。ということで個人的にもめちゃ気に入ってるんで、理想の主催作り流設置方法も追い込んでおきました。普通にデスクに置いても全然 OK なんですが、エルゴトロン先生のベサホルダーを使うと充電ケーブルも含めて完全スッキリに搭載できます。右翼は NZXT さんのヘッドフォンハンガーの片割れ、左翼は重量バランス整え用のカウンターウェイトとロッドでケーブルを巻き巻きしています。最後にマグネットケーブルホルダーでパチッと止める作戦です。鋭角の折り返しでのコネクターへのダメージがちょっと心配だったんで、カラビナ付き磁石で軽くケーブルを誘導しています。モニター下はマグネットクリップで固定も開放も一瞬で行えるようにしています。4本のケーブルを2本ずつ2つの巻き巻きルートに切り分けてるんで、絡まりとかもほとんどなくて大満足できています。ところでそうは言っても天板下の配線整理もおろそかにできんと思いますよね。ということで非常識な整頓法則2つ目、鉄板フリーダム祭りです。ケーブルクリップやリールでペタッと一瞬で固定できるようにしています。磁石がくっつく鉄板を用意してマステを書いて両面テープで天板裏にくっつけるだけです。鉄板は 1mm あると磁石がしっかりくっついてくれます。余談ですがティッシュボックスのマグネット固定なら 0.5mm 圧の鉄板でも十分です。特に整理対象のケーブルが少ない場合はこの方法で十分な気がしています。続いては3つ目、ネオマグネットマウントです。アイテムを便利に吊り散らかすことができます。僕は毎日使いまくる段ボール開封用のペーパーナイフと同じくよく使うものの大きすぎてペンケースには入らないノギスさんをマウントしています。やり方ですが実は思った以上に簡単で、要はネジ付き磁石と受け側としてのネジ穴、この2つの要素を揃えるだけです。 Amazon の奥地には様々なネジ付きマグネットが生息しています。国内で一般的な M4、M5、M6 みたいなネジ付きのものもあれば、カメラ機材なんかと相性のいい4分の1インチネジのものなんかもあります。さらにマグネットフック系アイテムは実は分解できたりします。ちなみに電球取り付け用の U 字クリップホルダーとマグネットを組み合わせると次世代マグネット U 字クリップの完成です。見た目的にめちゃ気に入ってるんですが、現状僕はまだ使いどころを見つけられていません。有益な使い方を知ってるよって同士の方はぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。話を戻します。ネジ穴受け側ですが、例えば昇降デスクのフレキシスポットには M6 ネジ穴が至る所にありますし、折り目ナットで天板裏にネジ穴を作ることも実は全然難しくないです。折り目ナットの使い方が気になる方は2年前のこのチャンネル初めての動画で詳しく説明してるんで恥ずかしいので後で絶対見ないでください。でこれをさらに使いやすくしたのがネオマグネットマウントです。実は磁力の強さは都合よく調整できることに今更気づいてしまいました。方法はマグネットにゴムシートを貼るだけです。厚さ 0.5mm を挟めば磁力をちょっとだけ弱く、3mm を挟めばめっちゃ弱くできます。吊り下げるアイテムごとに程よい磁力に調整できると8000倍使いやすくなるんで、ぜひ試してみてください。でこれの発展応用が片面だけ磁力を落とす作戦です。昇降デスクの足とかバッテンカールにマグネットをガチッと強く取り付けつつ磁力を弱めたゴムシート側でアイテムをサクッと脱着するなんて使い方ができます。僕の場合この方法でようやく保管場所困り度俺的ナンバーワンアイテムスノコくんの定位置が決まりました。他にも L 字アングルの上では定規を普通に物理的に支えつつ、下側にガチッとマグネットを貼り付けて程よく磁力を弱めた側でもう一本の定規を吊るなんて使い方もできます。そして非常識な整頓法則の4つ目、これは完全に想定外でした。物としての道具の出し入れが頻繁に発生する物理作業用デスクの場合、天板サイズはむしろ狭い方がいいかもです。というのも手が届くかが重要だからです。このデスクは幅 1m なんで、横やらデスク足やらにマウントしている道具へ座ったままアクセスできます。幅 186cm の PC デスクだとこうはいきません。一度立ち上がる必要があるんです。昇降デスクの足の形についても注意点があります。普通の N 字タイプなら足にマウントしたものをさっと取れるんですが、足が奥に寄ってる E7 Pro だとかなり潜り込んで手を伸ばさんといかんやつです。天板奥行きも要注意です。 65cm だとすんなりツールボックスが取り出せてますが、もし 90cm とかあるとそうはいかない気がします。ということで物理的な道具を出し入れしまくりたいって同士の方は、自分の手が届く範囲ってのもデスクのサイズ決めの重要な論点になると今回初めて気づいた次第です。そして究極必殺ファイナル奥義ですが、なんとですね、アンダーザデスクで完全無欠スッキリの達成です。
今回ご紹介したアイテムは全て概要欄に記載しておきます。ご質問ご意見など遠慮なくコメントいただけると嬉しいです。それにしても2年半前の M1MacBook Air の性能への衝撃がそのままデスク作り、さらには YouTube 動画投稿という地獄の所業にまでつながっています。この物理作業用デスクも自分をどんなアウトプットに導いてくれるのか、今からワクワクが止まりません。人間一度まいた種は必ず刈り取ることになるんやでって近所のおばさんも言ってます。なんでここにペーパーナイフが。ちゃんと定位置にマウントしましょう。そうしましょう。